さん、すみません。はい、なんか今2足持ってらっしゃいましたけど、それ今から修理ですか？そうですね。修理の中のうちの一つで、プレメンテで補強ですよね。補強。はい。ご夫婦で、はい、持ち込んでくださった方たちですね。これはリーガル東京って言って、リーガルさんの中でもハイエンドラインのビスポークとかくぐ仕立てのパターンオーダーとかやってるラインの靴ですね。なんか素敵ですよね。ご夫婦でこうやって同じデザインの、ああいうご夫婦になれるんだったら結婚したいなって思いますけどあ、結婚なんてって言い続けてきたのにそうですね、はい、そうなんですよ。常に迷いの中にいるってその新品の靴にこれからこういった金属のスチールをこうつけて先端の糸を守ってあげるっていう修理ですよね。事前に補強をして、お財布に優しく済むように。あ、その方が長持ちするってことですか？そうです。マニアオタクの方とかはもうほぼほぼ今やるっていう感じの修理ですね。でそれがだんだんこう最近浸透してきて、皆さんにでこういう一般の方、別にマニアオタクじゃなくても靴を大事に大切にしたいっていう方はこういうのをこうあらかじめつけるっていう方も増えてきましたね、最近。靴の中で一番減るのはこのかかとの部分ですね。ただ先端っていうのはこうつなぎ止めてる糸もありますし、あとつま先からかなり近いので、最後蹴り出した時に面積が狭い分集約されて減ってしまうんで、この中で一番厄介になってくるのがここなんですよ。よく見るとこのソールって1層2層って言ってウェルトとアウトソールっていうので形成されてるんですけど、それを縫い留めてる糸がここにあるんで、減っちゃうとその糸が切れてこの1層目と2層目がこう剥離しちゃう可能性があるんですね。だからそれをこのスチールで守ってあげるっていう感じですよね。結構長持ちとは違ってくるんですか？もうだいぶ違いますね。本当このまんま履くのとこの金属をつけるのだと多分先端の寿命で言ったら2倍から3倍ぐらい多分変わってくると思いますね。じゃあそれやった方がお得ですよね。かなりおすすめはしますよね。ただ絶対しないご職業の方たちもいて、やっぱ高級住宅街とかを回る営業マンの方とか会社が結構大理石とかだとその床をこのスチールで割と傷つけちゃう時あるんですよね。だからそういうご職業の方たちはしょうがないんで、ここから先端までハーフラバーって言って2ミリ厚のゴムを貼って守っていくっていう、そっちの考えになりますよね。はい。金属の形に合わせてアウトソールを包丁で掘っていくっていう感じですね。ちょっと掘っていきますね。やっぱこれだとこう遊んじゃうんで、こっちの方が分かりますかね。隙間がすごい空いちゃってる。本当だ。めっちゃ分かる。これ靴の底の方がもともとちょっと湾曲してるってことなんですか？そうです。これを今金属を曲げてそうすると遊ばなくなるんで、ガタつきが極力なくなるっていう。さっきと違って隙間がほぼ生まれない。はい。これで大丈夫ですね。
これはどうしてもこういうのをつけた時に歩いていくとこうやって必ずこう隙間が絶対的に生じるんですよ。ぶつけた時とか隙間がこの部分でこう開くとすごくこう白の部分が目立つんで、こういう染料を入れてできるだけ少し今濃くしてあげて、こうやって隙間が生まれてもなるべく分かりづらいようにしてるっていう感じですよね。ここから仮止めをしていきますね。これって時間が経てば固まるんですけど、ここの隙間にですねシュッシュッてやって止めると、もう瞬間的に今の塗ったやつが固まるんで取れなくなる、動かなくなるっていう感じですね。こういう今ちょっとこうやって触ると出てるんですよね。一般的な修理屋さんで多いと思うんですけど、本当ここの面を合わせすぎるために、新品の靴なんで面あったまま履いていくと当然なんですけど、革よりも金属の方が硬いんで履いてから陥没するんですよね。少し僕のお店は基本的にどんな埋め込めたとしても必ずこのぐらいは少し出すんですよね、金属側を。でこう出すことで履いてからフラットになるようにしてるんですよ。ちょっと今からこれもちょっとこだわりっちゃこだわりなんですけど、こういうスチールを買うとデフォルトでついてるネジがあるんですけど、それ 6mm って言ってすごい短いんですよ。僕嫌いなんですよそれ。なぜかっていうとスチール自体丸く湾曲してるじゃないですか。湾曲してるスチールとアウトソールの間に絶対的にこんぐらい隙間空いてるんですよ。 6mm だとここで割と担がれちゃって、実際アウトソールにネジが入り込んでる部分って多分 1,2mm とかしかないんですよ。でデフォルトでついてるやつってすぐ取れやすいんですよね。だから僕デフォルトでついてるのは全部処分しちゃってネジだけで仕入れてるんですよ。これなんですけど、今回はこれですね。これは8から9ミリぐらいあるんですね。どちらかというと8ミリ強っていう感じですね。それ、また特注してストックしてるんですか？そうです。特注してます。マイナスの頭ネジとかは海外から取り寄せてるんで。そうなんです。いつも思うんですけど、はい、それやって儲けって出てるんですか？言いよどんでる時点でダメじゃないですか。税理士さんにはもうやめてくださいって言われてます。いい加減にしてくださいみたいな。これもこだわりなんですけど、このネジのこの特注のネジの頭だとちょっとここから少し出ちゃうんですよ。このまま何もこちらを加工せず入れるとやっぱりお客さんが履いてから少しの多少の段差なんですけど履き心地に少し影響してくる可能性があるんで、このネジの頭をこのスチールの中に収めたいんですよね、完全に。そのためにスチールのこの穴ですよねを少しちょっと拡張するというか大きくしてあげるっていう作業をこのドリルでやっていきますね。
って言ってポコって出てるとこだけに合わせてスチールを削りたいんです。ここにはグラインダーを触れさせたくないんです。これにだけグラインダーを触れさせたいんです。それはなんでですか？靴をデザインしたデザイナーさんとか職人さんの意匠っていうんですけど、こういう爪っていうのはその意匠を消してしまうっていうのはやっぱりこの靴が好きで買ったお客様のなんていうんですかね、思いとかをやっぱ壊してしまうことにもなりかねないので。こういう感じで下だけの爪にだけ触れてるっていう感じです。本当だ。こっちからこう出てるところの延長上で削ってってるっていう。全く触れないと逆にスチールだけ飛び出ちゃってダサくなっちゃうんですよ。一回りだけこう上から見た時にこのアウトソールより一回りスチールが大きく出ちゃうんで、それはかっこ悪いんですよね。色入れるだけですね。具体的に言うとスチールと下爪を削ったんで下爪の色が取れてるんですよ。なのでその下爪の部分に元々のオリジナルの色に近い感じの、コバインクを塗っていくんですね。それをこのうちのオリジナルのコバインクで再現していくっていう感じですね。今約70から80ぐらいですかね。作ったのはこれの多分何倍かは作ってると思います。どういうことですか？破れし者たちがいるんですよね。この彼らは残ったベンチ入りのメンバーなんでそうなんです。今はっきり分かりました。はい。村上さん、病気だと思いますもうよく言われます今回はこれとこれでいきますね。ちょっと塗っていきますね。ちょっと上な。わざと綺麗に塗ってないんですよ。もともとが少し粗めなんで綺麗に塗りすぎちゃうとちょっとこうムラ感がなくなっちゃうんですね。いや僕が持ってる技術って1年に1回しか使わないものとかもあるんですよ。インクとかもこれできますかって持ち込まれた時にその技術とかその材料がなかったらできませんって言うしかないじゃないですか。それってねやっぱ職人としてちょっとかっこ悪いって思っちゃうんですよね。そう自分自身で、できるって言いたいなって思ってたらいつの間にかこんなになっちゃったっていうそうなんです。1年に1回しか使わないものとかも当然なんですけどいっぱいあるんですよただその1回にこれがなかったらできなかったよねっていうものもあるんですよ。そうなるともうやっぱ病みつきになっちゃうんですよね僕のお店って靴のことはあんまりわからないけど大切に履いていきたいっていう方が多いんですよね。だからなんかこの修理をやってとかっていうのが分かんなければ一度なんか問い合わせてもらって、なんかこの靴のタイプはどうすると長く履けるんですかとか聞いてもらえればこうした方がいいですよとか、まずはなんかこ
怖がらずに何でも聞いてくださいみたいな感じなんですよね。メディアとかだと真剣にこう作業してるんで、意外と怖いって思われてること多くって、一言目で僕の声を聞くとなんかふにゃふにゃしてるんでよく気が抜けたっていうお客さん多いですよね。なんか扉を開けるまではなんかティアンディみたいな方かと思いましたみたいな。なんか話してみると全然なんかフランクなんで安心しましたって言われるんで、そうですね。まずは何でも聞いてくださいっていう感じですね。